うおー。今日はレシオについて徹底解説していくぜ確かにレシオってよく聞く言葉だけど、私もいまいち意味がわかってないわ。確かレシオが高いとダンベルと相性がいいんだっけ？まあそのくらいの認識で今は十分。今回のソーブレイズには、猛攻ダンベル、弱点保険、鋭い爪を持たせてきたわけなんだが、あれ、ソーブレイズって技のレシオが低いって聞いたような。だからダンベルとの相性は悪いんじゃ。いいところに気がついたな。確かに実装当時は相性が悪いと言われていたんだが、実際ソーブレイズは、ダンベルとの相性が非常に良いキャラなんだ。ということで今回は、なぜソーブレイズはダンベルとの相性が良いのか、そもそもレシオって何なのか、というところを解説していこう。まずダンベルやレシオについて解説する前に、技のダメージがどういう風に決まっているかを見ていこう。これは何？これは無念の剣のダメージ計算式だ。無念の場合だと、攻撃の 220%、レベルから1を引いた値の30倍、そして500を全部足した値がダメージとなる。具体的にはどれくらいなの？例えばソーブレイズはレベル13で攻撃力約350となるから、攻撃力350の 220% で770、レベル13-1の30倍で360、そして500はそのまま500。この合計の1630が無念のダメージとなるわけだ。こんな風に計算されてたんだ。そして今挙げた数値の中で、攻撃力で決まる値を攻撃力依存値、レベルで決まる値をレベル依存値、攻撃にもレベルにも関係ない値を固定値と呼ぶ。すべての技はこの攻撃力依存値とレベル依存値と固定値でできてるわけだな。あれ？じゃあレシオってのは何？レシオってのはこの 220% の部分だ。攻撃力に対してどれくらいの割合が実際のダメージになるかをレシオと呼んでいる。このパーセンテージがレシオなのね。例えばダンベルで攻撃力を90上げると、90の 220% で198、ダメージが上がる。このレシオが高ければ高いほど、攻撃力を上げた時のダメージの伸びがいいので、レシオが高いキャラにはダンベルが向いている、となるわけだ。ほうほう、やっとレシオの仕組みが理解できたわ。じゃあさ、具体的にはレシオがどれくらいだと高いって言えるわけ？高いの基準は明確には決まっていないんだが、私は、攻撃力依存値が合計の6割以上を占めていれば、高いと判断してるかな。レシオじゃなくて攻撃力依存値で判断するんだ。技のレシオそのものだけで判断するのは良くないんだよな。なんで？例えば同じレシオ 220% の技でも、CT が5秒の技と10秒の技だと、CT が5秒の方が2倍技使えるわけだから、同じ時間でレシオが与える影響ってのは2倍になるわけだ。だからあくまでレシオや攻撃力依存値そのものではなく、攻撃力依存値が、全体のダメージの中でどれくらいを占めているか、が重要なんだぜ。じゃあ技のレシオだけ見ても意味ないわけね。そうだな、レベル依存値と固定値との割合が重要になってくる。ただまあ攻撃力依存値の割合が大きい、だと伝わりにくいから、それも含めてレシオが高い、と表現することにしよう。で、無念の場合は攻撃力依存値が、合計の約 47% を占める。低いじゃん。さっき6割以上だと高いって言ってたのに低いじゃん。47% って5割にも届いてないし。と、思うだろ？そう疑問に思ってくれた人は次のステップに進める。何よ次のステップって。ソーブレイズってのは無念の剣だけで攻撃するわけじゃないだろ？あ、そういうことか。ゴーストダイブの方のレシオが高いわけね。いや、全然違う。違うんかい。ゴーストダイブの方の計算式はこんな感じで、レベル13、攻撃力350だと、攻撃力依存値は490で、合計ダメは960。つまり攻撃力依存値の割合は 51% で、全然レシオが高い技とは言えない。じゃあなんでダンベルが向いてるの？それを知るためには実際の戦闘シーンを考えてみよう。ソーブレイズで戦うときは、こんな風にコンボすることが多いんではなかろうか。確かにこの5だからの無念が基本コンボかも。あ。でも5だと無念の後にそれぞれ強化攻撃を挟んでるわ。そうその通り。実際の戦闘では、技だけじゃなくて、間に挟む強化攻撃もダメージソースとなっている。しかも強化攻撃だけではなく、ソーブレイズは特性による傷の継続ダメもある。無念と5打に加えて、間に挟む強化攻撃と、特性の傷ダメのレシオを考えるとこんな感じ。傷ダメに関してはさっきの一連のコンボ中の合計のレシオを考えた。強化攻撃や傷ダメにレベル依存値や固定値はないの？いいところに気がついたな。物理攻撃キャラの通常攻撃や強化攻撃は、基本的に攻撃レシオだけで決まっている。じゃあ攻撃を上げれば上げるだけダメージが伸びるってことね。そういうこと。ソーブレイズの場合は、傷ダメも同様に攻撃レシオだけでできている。てか傷ダメってこんなにでかいんか。意外だよな。傷だけで技1個分くらいのダメージが出ていることになる。そしてこの一連のコンボの計算式を合計すると、このようになる。ここでまたレベル13、攻撃力350でのダメージを考えると、攻撃力依存値は3360。レベル依存値は480。そして固定値の850を足すと、合計で4690ダメとなる。さっきの練習場でのダメージとも大体合ってるわね。そしてこのコンボの中で、攻撃力依存値の3360が占める割合を考えると、約 71% となる。こ
これなら6割以上だし、なんなら7割も超えてる。つまりソーブレイズは、技単体では決してレシオの高いキャラとは言えないが、間に挟む強化攻撃、特性による傷ダメを含めると、十分高レシオキャラと言えるわけだ。その証拠に、プラスパワーを使って攻撃力を 1.2 倍にすると、もともと4696だったダメージが、5358と 14% ほど上がっている。結構伸びるわね。ここでのプラパは大体6ダンベルと同じくらいの効果だから、ダンベルを積んでもしっかりダメージが伸びることがわかるな。というようにダンベルの向き不向きは、単純に技一つのレシオの値だけで決めるものではなく、一連のコンボの中でどれくらいのレシオになるか、またレシオによって決まった攻撃力依存値が、合計ダメの中でどれくらいの割合になるかで決めるものなんだ。レシオが 200% だから低い、400% だから高い、というわけではなく、レベル依存値や固定値がどれくらいの値なのか、また、間に通常攻撃を挟む戦い方をするのか、っていうのも考慮に入れないといけないわけね。そういうことだな。じゃあさ、レシオが高いキャラだったらダンベルや弱砲を持てばいいけど、レシオが低いキャラはどうすればいいの？それに答える前に一旦休憩。ここまでの動画が参考になったらぜひ高評価を押してくれ。他にも解説動画を上げてるから、チャンネル登録がまだの人もぜひよろしくね。ということで続きは試合を見ながら話していこう。そういえば試合もしてたんだった。で、低レシオのキャラはどうすればいいのかという話だな。低レシオのキャラは攻撃を伸ばしてもダメージが伸びにくいので、他の方法でダメージを伸ばさないといけない。他の方法？例えば地下8や鋭い爪で、技とは別に追加ダメを入れたり、エナジーアンプでユナイトの火力を上げたりだな。直接技のダメージを上げる以外の方法を用意するわけか。もしくは気合の鉢巻きで耐久を上げて、戦闘時間を伸ばすことで実質的にダメージを伸ばすこともできる。なるほど、耐久を伸ばすって方向もあるわけね。とは言ったものの、現状、物理系のアタッカーの中で、ダンベルを積んでも火力が伸びにくいキャラってのはいないと言っていい。ここまで話してきたのに結局いないんかい。じゃあ物理キャラは全員ダンベル持っていいってこと？積めた時に相性の悪いキャラはいないんだが、積まなくても他に相性のいいアイテムがあるキャラや、性能的にダンベルが積みにくいキャラってのがいくつかいる。ほう。いい機会だから全部あげちゃうけど、バランス型の中だと、連撃ウーラオス、海遊、ガブリアス、ギルガルド、ラシアンは、通常攻撃主体のキャラなので、力、爪など他に相性が良いアイテムがあり、無理にダンベルを積まなくても良い。それとバンギラスは、序盤ダンベルを積みにくく、気合詰め弱歩で枠が埋まるのでこいつもダンベルを積まなくていいな。逆に言うと他のバランス型は全部ダンベル持っていいってことか。じゃあ次はスピード型。スピード型の中だとダンベルがいらないのはゼラオラだな。なんで？ゼラオラは弱歩と特性の蓄電だけで十分攻撃力が上がり、あと力詰めや、耐久用の試合なんかも相性がいいので、ダンベルを入れる枠がない。スピード型はゼラオラだけね。じゃあ最後はアタック型。通常攻撃主体の ADC と言われるキャラは、力スカーフピントが相性抜群なので、ダンベルを持たなくて良い。具体的には、エースバーン、ハッパジュナ、ジュラルドン、ドラカルトだな。しかもこいつらは耐久が低くてゴールもしにくいしね。物理系に関しては異常だ。今挙げたキャラ以外は基本的にダンベルを持っていいと思う。じゃあ特殊系キャラの明示は、進撃メガネを持つかどうかって結構議論になるけど。まあそっちも気になるよな。一言で言うと、明示に関しては基本ドイツも進撃は持たなくていい。そうなんだ。明示は素の特攻が高いので、進撃メガネを積んでもあんまり特攻が伸びないんだよな。そうだったのか。だから進撃メガネってのはそもそもダンベルに比べて弱いアイテムなんだ。その上、明示はゴールをしにくいキャラなので、基本的には進撃よりも物知りメガネが優先されるし、その物知りもレシオが高い一部のキャラ以外は必要ない。一部のキャラってのはニュー、インテレオン、グレンアルマの3体だな。その3体以外の明示はレシオが低いので、お香やアンプを持たせた方がいい。なるほど。じゃあ進撃ってのは誰に持たせるアイテムなの？素の特攻が低くてゴールもそこそこしやすいゲンガーと、サポの中でも回復の特攻レシオが高いピクシーやハピナス、あとは特殊タンクファイターのラプラスやカメックスぐらいだな。それ以外は基本持たなくていい。ダンベルに比べてかなり少ないのね。ダンベルと対の存在のように言われるけど、その実、ダンベルと進撃じゃ全然状況が違うんだ。まあ、とりあえずは、進撃は明示に持たせる持ち物じゃないこと、物知りの方も、一部の明示以外は相性が悪いこと、この二つだけ分かってくれれば大丈夫。とまあこんなところで、レシオについての解説は終わりだ。レシオという言葉は知ってたけど、ふわっとした理解だった人も多いだろうから、ぜひこの動画で正しい知識を身につけてほしいわ。逆にここまで理解できてないと適切な持ち物が選べないってのも、酷なゲームだと思うけどな。普通にプレイしてるだけだとこんなことまでわからないわよね。内部データ多すぎな。せめて練習場で攻撃と特攻ぐらい表示させてくれ。そういえばソーブレイズの話に戻るけど、なんで実装初期はダンベルが不向きって言われてたの？ああ、その話か。まずそれには3つ理由があって、
一つ目はさっき話したように、技のレシオだけ見てレシオが低いと判断する人が多かったからだな。各言う私もそう考えてたから恥ずかしい限りだ。レシオだけ見るのは良くないっていういい例になったわね。そして二つ目は、初期は今ほど傷ダメージが大きくなかったんだ。どういうこと？以前のアップデで傷ダメージが 50% も増加したんだよ。1.5 倍になったってこと？そう。さっきの計算だと、傷ダメージは全体の4分の1ほどを占めてるから、傷のレシオが上がったことは全体のレシオにも大きく影響を与えた。だからダンベルの価値が、より上がったんだな。そういうことだったんだ。傷ダメの増加は全体ダメの増加にも大きく寄与したから、ソーブレイズの評価が一気に上がったのも、傷ダメの増加が一番大きかったと思う。技も色々強化されてたけど、一番大きな要因は傷だったわけね。そういうこと。そして三つ目、最近になってソーブレイズは無念の剣に弱体化が入ったんだ。ダメージが下がったんだっけ？ダメージ減少と一言で書かれているが、実はこれ、固定値が下がった代わりに、レシオとレベル依存値は上がっているんだ。そうなの？だからこのアップデ以降、攻撃力の影響はより大きくなったし、レベル14で6ダンベル弱歩とかだと、むしろ以前よりダメージが上がっている。実質バフされたってこと？序盤の影響が大きいからさすがに全体としてはナーフだけど、少なくともダンベルの価値が上がったのは間違いない。ということで今に至り、無念5打のソーブレイズにはダンベルが推奨されるようになったわけだな。そういう経緯があったんだ。開拓やアップデを経て、徐々にダンベルが評価されるようになったわけね。あとダンベルの魅力に回復量が増えるってのもあるな。回復量？無念には余ダメージ依存の回復がついてるし、通常攻撃にも余ダメの 30% の回復効果がついている。力や爪による追加ダメでダメージを伸ばしてもこれらの回復は増えないから、ダンベルで攻撃力を上げることで、直接無念や通常攻撃のダメを伸ばす方向がいいと言われるようになったわけだ。回復量を増やすには攻撃力を上げるしかないわけか。ということでもう一度ソーブレイズの持ち物を紹介すると、今回の持ち物は猛攻ダンベル、弱点保険、鋭い爪、攻撃力を上げる恩恵は言わずもがなだが、それに加えてソーブレイズはレベル5から十分な強さを持っているため、ダンベルは非常に好相性、被弾しながら継続戦闘を行うキャラでもあるので弱歩も持っておきたい。無念5打ならダンベルと弱歩は確定かな。爪は？ソーブレイズは爪の発動機会が非常に多いんだ。無念5打はどちらも技のモーションが長いため、技ごとに爪の追加効果が毎回発動する。ほんとだ、5打の後の無念でも発動してるし、そのままユナイトを続けてもまた発動してる。ユナイトバフの CT 短縮を利用するとこのように技の回転率も非常に良いので、爪はかなり好相性と言える。実際のこのシーンを見てもらっても、毎回爪が発動してることがわかるだろう。連続で技を使うキャラは、結構爪が無駄になっちゃうことも多いから、毎回通常攻撃を挟み、かつ技の間隔が広いソーブレイズは、これ以上なく爪に適合してると言えるかもね。5打に加えて爪のスローも加わることで、無念やユナイトが当てやすくなるし、迷ったら持っておいて損はない持ち物だ。他にはどんな選択肢があるの？変えるとしたら爪のところを、オブジェクトを削りやすくするための地下8や、ユナイトの爆発力を上げるアンプ、あとは耐久確保の気合を持つこともできるな。まあでも1ガンクから有利を取ってダンベルを積んでいきたいので、序盤から強い爪が安定ではあると思う。じゃあ最後残った時間は試合を見ていこう。いつになく解説が長かったわね。まあソーブレイズの使い方自体は他の方が解説してるので、そっちもぜひ見てほしいな。私から言えるのは、無念の剣をなるべく多くの相手に当てるということと、ゴーストダイブを外して CT が短縮できなかった場合は、一度戦闘から離れるってことくらいかな。5打は技を当てると CT が短縮されるんだったわね。逆に外すと9秒という非常に長い CT があるからな。5打と無念、どっちも揃って初めて強いキャラなので、5打が上がるまでは一旦逃げておとなしくしてよ。と言っても操作が忙しいキャラではなく、バランス型の中でもウーラやアマージュ、バシャーも当たりに比べると、かなり簡単なので、中央キャラや上ファイターのキャラプールに困ってる人はぜひおすすめだ。最近はドラフトでもバンされないことが多いしね。ピカチュウやリザと比べると、割とバンから外されるし、全体勝率も意外と高くなくておそらくナーフも来ないので、今練習するべき価値のあるキャラだぜ。ということでレベル15のムキムキソーブレイズでレックウザ戦。青バフもできれば欲しいけど、人気はまだレベル12出し上げちゃうか。まあレベル15なら逆にキャリーするためにとっても良かったと思うけどね。上に炎がいるので無念で晴らす。5打切っても良かったけど、外した時に逃げる手段がないから温存。キャラドス近くまで来てたから突っ込まなくて良かったわね。下視界がないのが不安だが、マスカも上に見えたし、敵は上に固まってるのか？これだけだとわからないわね。残りはキュア付きギルガルドだけど、安易に草むら突っ込むと下にいる3人まとめてやられかねないし。あれなんか下でギャラドスユナイト切ってる？うわぁ、全然気づかなかった。5打でとりあえず逃げて。ここ脱帽落とさず逃げられるの強い。5打がしばらく上がらないので無理はせず。敵かなりライン上げてきたわね。お、マスカ、5打で中に入って、1強制からの、刹那霊音剣。お、決まった。ガルドとキュアは2連キル。マスカはまだ言ってるか、5打でかわして。無念でとどめ。特性の移動速度アップで追いつけるの強いな。5打上がってないから一旦引いて、これがさっき言ってたやつね。おいめんどいから先落としちゃおう。
火力エグいな。盾モードは無理に殴らず、小盾にないとかわして、剣モードは脆いのでチャンス。うおー。ナイス4連キル。やっぱソーブレイズ強いな。序盤から強いスノーボールキャラでありながら、終盤の集団戦もしっかり強いのが偉い。これといって苦手なキャラもいないし、オブジェクトもそこそこのスピードで削れるから、まさに万能キャラだと思うぜ。以前動画に上げたギャラドスとグレンアルマ、そしてこのソーブレイズさえ使えればランクマは乗り切れるはず。3体とも操作難度がそこまで高くないから、私みたいに、忙しい操作が苦手な人にもおすすめだ。ということで今回はレシオ徹底解説だったぜ。ユナイトの必須知識ではあるけど、かなり難しいところでもあるからね。この動画を見てくれたあなたはもうレシオマスター。知らない人はまだたくさんいると思うから、ぜひ友達や SNS への拡散もよろしくだぜ。コメント欄での質問もお待ちしているわ。では今回の動画はここまで。ここまで見てくれた人はぜひ高評価を押してほしいわ。他にも解説動画をいくつも上げてるからチャンネル登録もしてほしいぜ。それじゃあ次の動画でも、ゆっくりしていってね。